皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。この本を読むだけで、あなたの人間関係が驚くほど良くなるかもしれません。アドバイスしてはいけないは、マイケル・バンゲイ・スタニエによる自己啓発書で、コミュニケーションやリーダーシップの改善に特化した一冊です。この本では、ついアドバイスをしたくなるという習慣を見直し、相手が本当に求めているサポートを提供する方法が解説されています。実際には無意識のアドバイスが対話を妨げることも多いのです。この動画では本書の核心部分を分かりやすくお伝えし、あなたの生活や仕事にどのようなメリットがあるかを解説します。具体的な方法や私の感想を交えながら、対話の質を高めるヒントをお届けします。アドバイスを控えるという発想がもたらす意外な効果を一緒に発見しましょう。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、アドバイスではなく質問をする重要性。アドバイスをするのは親切だという考えは実は誤解かもしれません。本書では相手の問題を解決しようとするアドバイスよりも適切な質問を投げかける方が重要だと強調されています。例えば、相手がどうすればいいかわからないと相談してきたとき、すぐに解決策を提示するのではなく、それを解決するために今できることは何だと思いますかと質問をすることで、相手自身の思考を引き出すことができます。著者は、こうした質問を通じて相手の自立心を高めることが長期的な成功につながると述べています。このアプローチは家庭や職場などあらゆる場面で応用可能です。たとえ子供や同僚からの相談でもアドバイスを急がずに正しい問いを投げかけることで彼らが自分自身で答えを見つける力を養えます。この部分を読んで自分でも意識してアドバイスを控え、質問を心がけたところ、周囲の人々とのコミュニケーションがより深まったと感じました。ポイント2、アドバイス、モンスターに注意する。著者は、アドバイス、モンスターという言葉を用い、人がついアドバイスをしてしまう心の習慣を指摘しています。アドバイス、モンスターとは相手の話を最後まで聞く前にこうすればいいよと言いたくなる衝動のことです。この衝動は相手の問題を本当に解決したいという気持ちから生まれるものですが、多くの場合は逆効果になります。アドバイス、モンスターが出てしまうと相手は自分の意見を否定された、ちゃんと理解されていないと感じることがあります。特に部下や子供など相手が自信を持ちたい時にこのモンスターがコミュニケーションを阻害してしまうのです。本書ではこの習慣を乗り越える方法としてまず自分の衝動に気づくことの重要性が語られています。アドバイスを急がないと自覚的に行動することで相手との信頼関係を深めることができるのです。私自身つい友人にこれをやってみたらと言いがちでしたが、本書を読んでからはそう思ったのはなぜと質問をするようにしました。その結果、友人が自ら考えを深める姿を見て会話の質が格段に向上したと実感しました。ポイント3、問題の核心を引き出す3つの質問。本書の中で特に実践的なのが3つの質問です。この質問は相手が本当に抱えている問題の核心を引き出すためのツールとして紹介されています。以下がその内容です。何について話したいですか？この質問は相手の関心や困りごとを明確にするためのものです。話の焦点が定まらないまま進むのを防ぎます。他に何がありますか？最初に挙げられた問題が必ずしも核心とは限りません。この質問を追加することで、相手は表面的ではなく
より深いレベルで自分の気持ちや状況を考えるきっかけを得ます。本当に解決したいことは何ですか？最後の質問では、相手が優先すべき課題にフォーカスします。これによって対話が効果的な行動につながる方向へと進みます。これらの質問は単に答えを得るためではなく、相手の自己認識を促す力があります。例えば、職場で部下が何か問題を抱えている時に、この質問を順に投げかけることで、自分では気づいていなかった本当の課題に気づくことができるのです。私自身、会議で何について話したいかを同僚に尋ねたところ、予想外のアイデアが引き出され、その後の議論が建設的になった経験があります。この質問は日常生活でも効果的で、家族や友人との会話にも役立ちます。エピソード紹介。印象的なエピソード、間違ったアドバイスがもたらす影響。著者は本書の中で実際のコーチングの場面を例に、アドバイスが間違った方向に進むことのリスクを語っています。あるビジネスコーチが相談者にこうすれば解決できるとアドバイスをしたところ、相談者はその提案を実行しました。しかし数週間後、問題は悪化し、相談者からあなたのせいで状況がひどくなったと指摘されてしまいました。このエピソードが示しているのは、アドバイスを与える側が全ての事情を理解しているとは限らないということです。著者は、相手の視点や状況を十分に聞かずに答えを出すことは、相手の力を奪う行為だと述べています。このコーチは後に、自分の役割は解決策を示すことではなく、相手が自分で答えを見つけられるように支えることだと気づきます。私自身も過去に友人や家族に対して同じようなミスを犯していたことを思い出しました。特に親しい人が悩んでいる時、こうしたらいいよとすぐに答えを出してしまうことが多かったのです。しかし、それがかえって相手を困惑させたり、さらに落ち込ませたりする原因になっていたかもしれないと感じました。この本を読んで以来、相手の声を聞くことに重点を置き、アドバイスを控えるよう心がけています。その結果、対話がより穏やかで充実したものになり、以前よりも信頼関係が深まったと感じています。このエピソードは、私にとって大きな気づきとなりました。実践的な応用方法、実生活での生かし方、アドバイスをしない習慣を取り入れる、本書で紹介されるアドバイスを控えるというアプローチは、家庭や職場、友人関係など様々な場面で応用できます。特に部下や子どもとのコミュニケーションではその効果が顕著です。例えば、部下が仕事の進め方に困っていると相談してきた場合、この方法を試してみてはとすぐに提案するのではなく、それについてどんな解決策を考えていますかと質問してみてください。この問いは、相手が自分の力で答えを見つける機会を与え、結果として相手の成長を促します。家庭でも同様です。子供が友人とのトラブルを相談してきたとき、こうすれば解決するよという代わりに、どうすればうまく仲直りできると思うと聞き返すことで、子供が自ら考え、行動する力を身につける助けになります。私自身、職場でこの方法を試してみました。ある時、同僚がこのプロジェクトをどう進めればいいかわからないと悩んでいたので、従来なら自分の経験をもとにアドバイスをしていたところを、現時点で考えている選択肢はと質問に切り替えました。すると、同僚は自分のアイデアを自信を持って話し始め、その後の議論がスムーズに進みました。さらに、プロジェクトが成功した際には、自分で考えた解決策が実を結んだと満足げな様子でした。この経験から、アドバイスを控えることは、
単に話を聞くだけでなく、相手の自主性や自信を育む重要な行動だと実感しました。このように本書の内容を日常生活で取り入れることで、コミュニケーションの質が大きく向上します。投稿者の総評とおすすめ度。本全体の総評。アドバイスしてはいけないは、単なる自己啓発書を超えて、コミュニケーションの在り方を根本から考え直す一冊です。特に、アドバイスを控えるという発想は、従来の解決策を提示することが善という考え方を覆すもので、新鮮かつ実践的です。著者の具体例やエピソードは分かりやすく、読者がすぐに試せる内容が詰まっています。この本は、職場でのリーダーシップを発揮したい人や、家庭で子供と良好な関係を築きたい人、さらに友人関係で信頼を深めたい人にも幅広くおすすめです。何より、相手の自主性を尊重しながら、コミュニケーションを行う新しい方法を学べる点が非常に有益です。私自身、この本を読んでから、アドバイスを控えることを意識し始め、対話の質が劇的に向上しました。相手の話をじっくり聞き、質問をすることで、以前よりも深い信頼関係を築けたと感じています。また、相手が自ら答えを見つけた時の満足感を見ることで、自分の関わり方にも自信が持てるようになりました。一部、読むだけでなく練習が必要な点で、若干ハードルを感じるかもしれませんが、実践すれば確実に効果を実感できるでしょう。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。アドバイスしてはいけないは、単なる自己啓発の枠を超えた実践的なコミュニケーション術を教えてくれる素晴らしい一冊です。この本を読むことで、相手の自主性を尊重した対話のスキルを身につけ、人間関係がさらに豊かになります。ぜひ、皆さんも本書を読んでみて感想を教えてください。コメント欄であなたの体験や考えたことをシェアしていただけると嬉しいです。また、チャンネル登録をしていただければ、今後もこうした本の要約やレビューをお届けします。それでは、今日の動画が少しでも皆さんの役に立てたなら幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。